おはようございます。こちらは浅草線押上駅です。始発5時の羽田行きを待ってます。さすが平日のこの時間間違いなく座れるでしょうと思ったらとんでもない、満席でございます。5時44分到着、第3ターミナル、もうこんなに人が降りてきてます。列車にはまだまだ第1、第2ターミナル行きの人たちがいっぱい乗ってます。ほぼ満員電車でした。 JAL のチェックインカウンターは6時からしか空いてないので、すでに人が並んでたんですが、ステータスを利用してクラブクラスでチェックイン。ただセキュリティの優先レーンは使えないっていうんで、最近お目見やしたフェイスエクスプレスなるものを利用しています。顔情報を登録してセキュリティ搭乗をスムーズに進めようという試みです。今日は空いてますが、混んでると並んでる列を飛び越えてセキュリティに行けるようです。チェックインのところにある顔情報登録端末、パスポートと搭乗券が必要なので、毎回やんないといけないっていうのがちょっとめんどくさいですけれども、混んでる時セキュリティを飛ばせるのと、後ほど紹介しますが優先搭乗もできます。中に入るとまだ空いてます。ユニクロなどは7時からオープンのようです。免税店、売店は空いてますから、まず知り合いに頼まれたタバコを買ってラウンジへ向かいます。秋葉原という外国からの方々に人気のこのお店、成田の方が全然広くて品数も豊富です。レストランのバラエティに富んでるのも成田です。7時過ぎると賑わっていましたが、バーが一番混んでました。 JAL のラウンジは2つ、まだ桜ラウンジしか空いてないので、まずそちらで朝食をいただきます。お酒の種類は豊富にありますが、さすがに今朝はおとなしくお酒は控えておくことにしました。日本食と洋食どちらも美味しそうなんですが、そしてサラダバー、やっぱり日本食ですね。普段朝食は食べないので、ほんの少々お上品に行きたいと思います。ロンドンで朝からこんな朝食食べれません。せっかく和食はお上品に行ったんですが、ついついカレーに手を出してしまいました。こちらが桜ラウンジよりももう1階上の桜ラウンジスカイビューです。7時のオープンと同時に上がってきたんでまだ誰もいませんが、なんとなく思い出しました。一昨年の暮れに朝9時20分の英国航空がキャンセルになり、翌日早朝1時の JAL に振り替えられました。その時に12時間以上もお世話になったのがこちらのラウンジでした。今日はなんとなくどっかの施設にでもいるような雰囲気です。今日のゲートは142番、一番奥。懐かしいですね。この辺りはコロナの時このターミナルに到着すると PCR 検査を受けた後、その結果待ちで待たされたところです。まもなくグループ1の登場が始まりますが、その右をご覧いただくとフェイスエクスプレスと出てます。顔情報を登録しておくとグループ1と同時に入れます。ただし登録者が終わると機械のセッティングを顔認証から通常の搭乗券スキャンに切り替えますから、使えなくなってしまいます。すぐ並ばないと意味がないということですね。いや、台風1号東京上陸しなくてよかったです。現在八丈島付近を通過中です。この便の席の配列は242。今日は隣の席が空いてたので窓際も使わせていただきました。 JAL 国内線は Wi-Fi 無料ですが国際線有料です。 JAL は他の航空会社に比べると5センチほど広いような気がします。いよいよ離陸です。窓についてた水滴があっという間に飛ばされていきます。今回は1週間だけの帰国。このところ安い中国の航空会社使ってるんですが、今回はなんと英国航空の方が安く、英国航空のサイトで取りました。帰ってくるときは羽田経由で宮崎まで直接に、宮崎から羽田はマイルで取って、羽田ロンドンは BA の直行便でもよかったんですが、わざとヘルシンキ経由の JAL で飛んでみました。それで1156ポンド、日本円にして約23万円です。前回 BA がキャンセルになった際、なんとお金を返金してくれたんです。残念ながら今回はなし。悪天候の場合は当然返金なんかありません。はい、ヘルシンキまでは12時間33分です。これはロシアの上が飛べる場合のフライトプラン。飛べれば早いんですけどね、もっと。
JAL はまだ機内紙があってエンターテインメント情報やこういう飲み物のメニューもあるので嬉しいですね。今こんなのないですね、どこの航空会社も。プレミアムエコノミーでもシャンペンが出ますね。うとうとして食前酒を頼み損ねたので CA さんがつまみだけくれました。そして機内食のメニュー、こんなに詳しく説明してあります。エコノミークラスでないですよね、今時。私はネギたっぷりの焼き豚丼を選びます。裏にはちゃんと英語でも書いてます。朝から飲みたいわけでもないんですが、とりあえず白ワインを頼みました。あんなに詳しいメニューまで出してくれると、もうよほど立派なレストランにでも行ってるような感じです。器こそプラスチックですが、見た目もいいし盛り付けも綺麗です。もう JAL ぐらいでしょうか。エコノミークラスでも海外旅行贅沢してるっていう気分にさせてくれます。ステータスがあれば予約の際に席をエコノミーの最前列、足元が広い席取れるんですけれども、最近はエコノミー席も結構広いのと、あと赤ちゃんがいる可能性が高いので、そしてあともう一つ理由があってエコノミー最前列は取らないようにしてます。デザートはいつものハーゲンダッツでございます。もう長いですよね。何年やってるんでしょう。エコノミー最前列はあと離着陸の時にモニターを収納しないといけないんですね。映画の途中だったりしたら悔しいですよね。ただ中国の航空会社は離着陸の際ヘッドフォンを使わせてくれないので関係ないです。北緯68度、北極圏に入りました。左に見える峠はポイントホープ、イヌイ語では人差し指と呼ばれているそうです。全然寝れません。BA は取りに行けばなんかくれますけど、基本お菓子です。 JAL はちゃんとみんなにアンパンと飲み物を配ってくれます。飲み物はスープもあったんですが、桃とぶどうの JAL オリジナルドリンクスカイタイムを頼んでいました。前回フィンエアで飛んだ際はほとんど北極点の上を通過したと思いますが、今回はちょっと南っぽいです。カナダの最北端ヌナブト準州というイヌイのふるさとです。見えるわけないですが、つい白クマがいないか探しちゃいました。そろそろ国境を越えてデンマーク、グリーンランドの最北端っぽいです。寝れません。スター・ウォーズライズ・オブ・ザ・スカイウォーカー見てます。グリーンランド海に出るかなというところで2度目の機内食です。こちらは無印良品とのコラボですね。軽食って感じですが、これまた食べ方とかいろいろ細かい説明がしてあります。タコライスセット、ユニークですね。無印もいろいろやってるようです。ジンナクロックでございます。ご飯とは別に野菜ソースが別の入れ物に入ってきて、それを引っかき混ぜる感じでいただきます。デザートはさっぱりシークワーサーゼリーです。1本でやめれないんですね。2本も飲んじゃいました。反省。ノルウェー北部、巨大なサーモンが釣れる地区の上空です。死ぬ前に一度は釣りに行ってみたいところです。本日の航路は昔のアンカレッジ経由、冷戦時代とほぼ同じです。ノルウェーからフィンランドに入るとガラリと地形が変わります。もこもこした綿菓子のような雲に突入します。フィンランドは人口が550万人しかいないんですけど、国土面積が意外に広く日本と大体同じです。日本は世界61位、フィンランドは65位です。おまけに山がありませんからご覧ください。この家の立ち方、人口密度が違います。ヘルシンキの空港は去年の8月以来です。乗り継ぎが非常に簡単で分かりやすいコンパクトな空港、ヘルシンキ経由はおすすめです。
フィンランドといえばムーミン、そしてサンタクロース。ごめんなさい、他誰も思いつきません。はい、まっすぐ行くと入国、乗り換えの方は右へエスカレーターを降りたところです。セキュリティ終了。出発ラウンジへ抜けてきました。こちらがセキュリティ抜けたところ。去年の8月と何も変わってないですね。相変わらずクリスマスキャビンがあります。フィンランドは国民の生活満足度が最も高い国らしいですが、先ほど空から眺めた家の立ち方ですから、屋外にサウナ付きのこういうキャビン各家庭にあるんでしょうね。有り余る土地ですから全然問題なさそうですね。それがまたフィンランド人の自慢なんでしょうかね。こういうのを空港の中に作ってますから。しかしどうせなら本物のサウナを作ってもらってみんなに無料で使ってもらえるようにするとか、そっちの方が嬉しいですね。フィンランド人全然誰も思い浮かびません。やっぱりムーミンだけです。こちらでもなんだかんだとムーミングッズが買えるんですが、奥には立派なムーミンショップもあります。ちょっと調べてみたんですが、ムーミンワールドというテーマパーク、ムーミン博物館、ムーミン氷の洞窟、そんなものまであるそうです。ロンドンのコベントガーデンにもムーミンショップありますし、そういえばスカイツリーのところにもムーミンカフェがあるんですが、香港、タイ、韓国、台湾にもあるそうです。ムーミンは未だに日本のジブリにも勝るとも劣らぬ人気のようです。まあハリーポッターには全然かなわないと思いますが、乗り換え時間は3時間。日本食ブームはヘルシンキ空港まで押し寄せてます。ラーメン、お寿司にうどんまであります。ヘルシンキフィンエアのラウンジは随分と混んでました。ジャンのフライトはトンボ帰りで日本に帰るので、結構日本のお客さんも多かったです。というわけでテーブルはグラスや食器が食い散らかしてあったところをちょうど一生懸命スタッフが片付けているところでした。昔フィンランドで統合ビールを探して結局見つからなかったんですが、アサヒビールならどこでも飲めるようです。北欧っぽいキノコの前菜、そしてフィッシュカレーをいただきました。珍しくバーテンダーがいていろいろ作ってくれるのでニグロニを頼んでみました。ジン、カンパリ、スイートマティーニです。ロンドンまでもうちょっと、次はフィンエアです。ただいま7時5分。ヘルシンキの空港はもうほとんど閉まっちゃいました。さっきまでいた人が全然いません。ムーミンショップも閉まってる。ラウンジでくつろぐ前に買い物は済ませておいてください。フィンエア、意外なことに搭乗の際のグループ分けがありませんでした。みんな一緒くたに中国の航空会社みたいにいきなり並んじゃいます。というわけで搭乗券チェック受けたとはいえ、飛行機に乗るところで長蛇の列です。意外ですね。 We are here to help. Thank you for flying with us. Enjoy your flight. はい、北欧らしいシンプルな無駄のないデザインでございます。前回のフィンエア登場でご案内しましたが、フィンエアは随分と LCC っぽくなってます。ヨーロッパ線は国内線と同じなので、飲み物食べ物有料で、水とブルーベリージュースだけ無料です。やはり不人気だったんでしょうか。前回食べたポケボールがなくなってます。
ロンドン到着はターミナル3。 JAL の直行便の場合もこのターミナルに到着します。まだ何の煩わしい手続きもなく、電子パスポートゲート E ゲート利用で簡単に入国できますが、数年後にヨーロッパ同様アメリカのエスタのようなものが導入されますから気をつけてください。 E ゲートを抜けると、まず荷物が何番のコンベヤベルトに出てくるか確認。さすがにヒースロー空港は時間がかかることが多いです。税関の書類と記入しなきゃいけないものは一切なし。荷物を受け取ったら税関へ進みますが、特に呼び止められない限り日本のようなカウンターも何もありません。最後にちっちゃな免税店、そこを抜けてお迎えに来ている家族と合流と行きたいところですが、私の場合はいつも誰も迎えに来てくれないので公共交通機関を利用。青い掲示板を追ってきます。私はターミナル3番からの場合は地下鉄をまず利用します。結構長い地下道を抜けるんですが、しばらく進むとヒースローエクスプレスおよびエリザベスラインの鉄道の駅です。そこからしばらく歩くと地下鉄の駅、そこからさらに進むとターミナル2番全日空の発着ターミナルです。ロンドンパディントン駅まで22分のヒースローエクスプレスは25ポンド、エリザベスライン利用の場合は32分かかりますが12ポンド80です。ヒースロー空港ターミナル2番3番駅です。タッチレス決済のクレジットカードを忘れないように早めに作ってきてください。お一人最低1枚ずつ、夫婦兼用とか無理です。ヒースロー2番3番ターミナル駅から地下鉄ピカデリー線を利用すると、ロンドンのど真ん中ピカデリーサーカスまで59分、時間帯にもよりますが5分から10分ごとに出てます。タッチレス決済利用の場合は5ポンド60、券売機でチケット購入の際は割高で6ポンド70となります。今回は押上からロンドンヒースロー空港の地下鉄の駅までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画もよろしくお願いします。